37歳男、既婚者です。ミスが多かったり、人間関係が構築できなかったり、複数の問題相まって仕事が長続きしません。親の不動産があるので無理して働く必要はありません。しかし私のようなポンコツが子供を作ると、私みたいな惨めな人生を送るのではないかと心配です。私のようなポンコツが子供を作るとどう思うんですか？何をもって人間がポンコツかっていうのは結構難しいんですよね。まず身長というのは遺伝的な要素というのは強いんですけど、とはいえ背が高い両親の子供が必ず背が高くなるわけではない。ランダムのばらつきがあるんですよ。頭の良さっていうのもある程度遺伝するんですけど、やっぱりばらつきがあるんですよね。何をもってポンコツであるかっていうのは結構難しくて、例えば記憶力が高いって僕の中ではだいぶ価値下がってるんですよね。なんで僕の中で記憶力が高い価値が下がってるかっていうと、調べりゃネットで大体調べられるじゃん。なので、暗記してることにあんまり意味がなくて、暗記してると間違えることがあるんですよね。ネットフリックスがワーナーブラザーズを買いましたっていうニュースがあるじゃないですか。この話実はさっきうちの彼女としてて、で、僕買おうとしてるのニュースを知ってたから、だから、まだ買ってないんじゃないって彼女に言ったんですよ。で、これは僕間違いだったんですよ。要は、買おうとしてるというニュースを記憶していたから、それを誤解したんじゃないって言ったんですけど、多分買ったというニュースが出て、うちの彼女はそれを見たと思うんですよね。なので僕は記憶力が良かったせいで間違えたんですよ。なので知らなかったら、知らないっつって調べて、買ったんだ、そうだねってなるじゃないですか。なので今起きたとか来週起きたとか先週起きたとかっていう事象に関しては、その時その時に調べるというのが一番効率が良くて、しかも間違いが少ないんですよね。過去の固定化された事実であればそれは記憶した方がいいねってなると、いい国作ろう鎌倉幕府、もういい国じゃなくなったって1189年とかなんだっけ知らんけど、だからそうすると過去の出来事が変わるわけがないと思ってたら変わるんですよ。昔その人類というのはエンジンというのがあって、ネアンデルタール人というのが進化してホモ・サピエンスになりましたっていうのを30年前ぐらいには学校の教科書とか先生もしたんだけど、最近はネアンデルタールとホモ・サピエンスは全然別の系統で進化したわけじゃなくて、しかもそこでなんか交配してるみたいなのもあったりして、全然違うじゃん、進化じゃないじゃん、分かったりするみたいなのがあって、数万年前の過去の出来事っていうのでも結果としてここ最近で話変わってきたりするんですよ。これもね、記憶してたら間違えるんですよね。なので記憶なんかしない方がマシなんじゃねっていう、進化論は嘘ってなる可能性もあるんですよね。はい、なのでどちらかというと覚えなきゃいけないことっていうのは手続き記憶だと思うんですよね。自転車の乗り方だったりとか、足し算割り算掛け算みたいな、こういう風に計算したらこうやって答えが出せるよねっていうのを知ってるかどうか。円周率を知らなかったとしても半径が分かったら、ググれば半径かける半径かける 3.14 の書いてあるから、こうなのねみたいな、これが計算可能であるということを知ってるかどうかなんですよ。半径が分かったとしても円の面積なんか分かるわけないじゃんとか、球の面積なんか分かるわけないじゃんと思ってたらダメで、計算はできるらしいぞっていうのを知ってれば、球の面積半径からとかでグると多分出てくると思うんですよ。っていう感じで、何をができるかっていうことをうっすら知っているということのが大事で、逆に何ができないっていうのも知ってなきゃいけない。コンピューターって超万能信者の人たちが結構いて、 AI は何でも正解を出すと思ってる人結構いるんですよね。でもその AI って割と普通に間違えるよね。だってネットに書いてあることを拾ってきて出してるだけだから、ネットにないことは間違えるよねっていう至極当たり前のことなんだけど、これが分かってない人は AI 様最強みたいになっちゃったりするんですよ。っていうのがあって、人にとって必要な能力というのは何かというのは結構変わっていて、計算が早いとかもマジ無意味だと思うんですよね。だって別に計算機みんな持ってるじゃん、スマホ。15078×3291 とか言われて、これ暗算出てたらすごいけど意味なくない？暗算できたの、すごいね。でみたいな。スマホで打ったらみんな正解出せるじゃん。なので100メートルを10秒で走ろうと11秒で走ろうと、速いという点では一緒であるって話なんですよ。世界で一番足の速い人はすごいんですよ。多分100メートル9秒6とかで走ると思うんですけど、これはすごいんだけど、でも100メートル9秒7とか8とかはすごいけど別に食えないんだよね。100メートル11秒でもめちゃくちゃ速いんだよ。走ってみたら分かると思うけど、でも別に速いんだ、すごいねで終わりで、それじゃ食えないんですよ。なので計算が速いっていうのは別に食えないんですよ。フォン・ノイマンは
計算早いじゃないですか。あの人ね、頭いいんですよ。フェルミ推定的なこともできたりとか、全体構造を把握するとか、いろんな外国語できるとかあったりするので、いろいろ頭がいい上で、計算も早い人だったんですよ。計算が早いとか、記憶力が高いとかっていうのは、もうそんなに意味ないんじゃないかなっていう。だから女子にモテるのがね、多分役に立つんですよ、能力として。頭が良いと言われるので必要な能力、計算ができるとか、プログラムを書くとか、外国ができるとかって結構 AI がやってしまった時に、AI ができないことは何だろうっていうのが、異性の取引先を口説いて商品を買ってもらうってなると、モテるやつの方が普通に営業成績良くなるんですよね。プレゼン資料とかは AI に任せればいいし、売るための商品とかをコンピューターに作らせればいいわけで、人に好かれるという能力の方が実はね、再現不能なんですよ、AI が。で、人間ってね、人の好き嫌いで判断をするんですよ。結局じゃあ一緒に働きたいやつは働いてて楽しい人がいいよねとか、取引先だったら美人がいいよねとか、打ち上げとかでも楽しい人がいいよねとかで、人間って自分がそのなんか好意を持っている人と一緒にいたいよねという生き物なんですよ。なのでその能力を極めるっていうのが多分よっぽど良くて、女子が一生懸命その化粧を学んだりとか、韓国コスメがいいよねとかっていうので切磋琢磨しているとかのが、多分現代社会においてはよほど価値が高いんじゃないかなと思うんですよね。多少勉強ができる人よりすげえ優秀なお金持ちに愛嬌で仲良くなって物買ってもらうとか結婚するとかの方がよっぽど得じゃねみたいなっていう時代になってるので、なんか人間の価値とは何かっていうのがここに3年でも変わってるし、今の子供37歳でじゃあ20年後その子が大人になった時になると多分価値観全然違うんじゃないかなと思うんですよね。ちなみにね、僕が子供だった頃、昭和の時代っていうのは工場で働く人たちを増やそうとしてた時代なんですよね。結局その金の卵という昔中学生が呼ばれたみたいな、工場でマニュアルを渡されて言われた通りの仕事を淡々と行い、事故を起こさない、遅刻をしない人を作るというのを教育現場というのでやっていて、でそういう人たちがひたすら工場で働き続けるのがいいよねっていう時代だったんですよ。量産型ロボットの時代ね。これが日本の経済成長を支えていたんですよ。他の国ってそんなに真面目にやんないし、ミスも多いんですけど、一生懸命言われたことをやり続ける。そこにクリエイティビティとかいらない。言われた通りやるだけでいい。クリエイティビティとかは頭のいい人たちがやるから、そこはもう頭のいい人たちに任せると。言われた通り言われた仕事をずっとやり続ける。同じ仕事をやり続ける。これが大事だよねっていうのが僕らの昭和の時代のチャイムの音で行動する。チャイムが鳴ったら休憩。チャイムがのいかなったらまた働くみたいな。っていう感じでみんな一斉に同じことをし続ける。で、逆に早すぎてもダメなんですよ。例えば LINE 校ってみんな同じ速度で仕事しなきゃいけなくて、一人だけ早くても無意味なんですよ。一人で早くてもこっちから部品来てないし、ここめちゃめちゃ早くしても、こっち側の人そんなに早くなかったら一緒なんですよ。なので、早すぎることって全然意味なくて、なので、LINE 校超俺得意なんす、優秀なんすって言って、めちゃめちゃ作業早いとか、マジ無意味なんですよ。ライン全体の人の速度が速くなるんだったらそれは意味あるけど、一人だけ速くすることはマジ意味ないよね。なので個別に能力を上げるということって無意味だよねっていうところの世界が昭和の教育なんですよ。で、今もうさすがにさ意味ないじゃないですか。ライン校的な教育、協調性って言われるやつ。今さ皆さんの憧れの職業にさ協調性が求められる職業ってほとんどないんだよね。スポーツ選手とか、スポーツ選手ってさみんなが好きな人ってめちゃくちゃ成績上げる人じゃん。平均的な才能の人とかってさ、名前挙げないじゃん。すげえピッチャーとかすげえバッターとかさ、大谷翔平とか挙げるじゃん。でも野球って9人いるわけで、キャッチャーとかショートとかいるんだけどさ、でみんなピッチャーとか4番バッターしか覚えてないじゃん。っていう感じで、ヒーローとか特別な能力のあるズバ抜けてる人というのを求める時代になっちゃってるんですよね。で、ベンチャー企業とか IT とかもやっぱり頭おかしいやつが結構成功したりするので、万能というか、コツなく何でもこなしますよっていう、器用貧乏の人の方が結構微妙な時代になっちゃった気がするんですよね。いろんなことできますよっていう人、いろんなことできるけど、だいたい70点ぐらいっていう人って、本当は超優秀なんですよ。でも、これは90点いきます。こっちゼロですみたいな人が割と評価されちゃう時代になっちゃったんですよね。なのでそこら辺がね、社会構造が変わってて、この社会構造の変化っていうのはここ10年でも多分また変わると思うので、いやーだからマルチは多分きついんですよね。向き不向きもあると思うので、なので平均収入をもらってずっとだらだらやり続けますっていうタイプの人であれば全然公務員とか普通の仕事でいいと思うんですけど、何でもそつなくなせる人羨ましいですけど、ただその人たちがじゃあ幸せになるかっていうと、実はそんなに幸せにならないっていうそういう時代なんですよね。大学受験
これ人によるかな。大学を卒業して公務員になった方が給料高いっす。なので、公務員試験受かるぐらいの実力があるんだったら、大学それなりに受かって、そこから公務員行った方が、生涯年収は増えます。はい、高卒の時点で公務員になれたら将来安定するよねってなると思うんですけど、高卒の時点で努力して公務員になれるぐらいのレベルの人だったら、今だったら大学は簡単に受かるので、なのでそこで大卒になってから公務員試験に行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど。ピッチャーもバッターも両方できる超絶才能のあるやつなんですよ、大谷さんは。そつなくこなすとかじゃないんです。普通の人というのは平均60点とか平均50点なんですよ。でも大谷翔平さんはピッチャー90点、バッター85点みたいな方ができちゃうマジで化け物なんですよ。これは普通の人はなれないんです。これをこの振り切ったステータスになれると思ってる時点でもう全然違ってて、もちろんランダムで100万人に1人ぐらいはそういう人現れますよ。でも確実に言えます。あなたはそうではありません。自分の子供が大谷翔平になればいいよねってなると思うんだけど、残念ながらあなたの子供が大谷翔平になることはありません。で、下手をすると20年後だとね、野球っていうスポーツ自体が結構微妙なことになってる。大谷翔平さん逆に公務員にならないと思うんですよ。なりたくもないと思うんだけど。レアキャラを見て憧れるって良くないと思うんですよね。YouTuber とかスポーツ選手とかタレントに憧れるってある種レアキャラじゃないですか。そっち側に憧れる人生というのはあんまり幸せにならないと思うんですよね。人の役に立って感謝されて普通に幸せに過ごしていくということで、家族を持って死んでいくということで快楽を感じる人の方が多分長期的には幸せだと思うんだよね。大谷翔平さんは幸せだと思うんだけど、ここで間違えちゃいけないのは、大谷翔平になろうとして何にもなれなかった人の不幸さはすごいってことなんですよ。憧れてなれなかったやつはマジでどうしようもないんですよ。プロ野球選手になれるんだったらまだいいんだけど、俺は大谷翔平になるんだって言って、すげえ野球一生懸命練習して、で、プロにもなれなかったとって、単に野球の上手い無職なんだよ。多少勉強できてれば就職なんとかなんだけど、多少野球のできる無職はやばいよ。本当ね、タレントとかで特別な才能はね、憧れない方がいいと思うんですよね。好きでやってる分にはいいと思うんですよ。ただ別に向いてないなとかって思ったり、食うためにはそれをやる必要ないなっていう方がいいと思うんですけど、そうそう。海賊王になろうと思ってもみんな海賊王になれないからね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。